朱元璋は非常に貧しい背景から来たので、彼は皇覚寺の僧侶にさえなりました。せっかく食事ができますが、元王朝、松の困窮した時期には誰も平和を享受できなくなり、やがて、皇覚寺で泊まることができず、僧侶全員が解散された。近くの場所に生計を立てていく。解散された朱元璋は、再びさまよい、物乞いをする生活を送っていました。彼が皇覚寺去ってから3年が経ちました。彼の足跡は、安徽省とか南省のほとんどのところを旅した。過去3年間で彼が見聞を広めた。朱元璋が皇覚寺に戻って、朱元璋の考え方は変わりました。この時元王朝末期の混乱がより顕著になり、燎原の火のごとく広がっていった。元軍は、黄巾の乱を追い詰め始めた、寺院でさえ手放さなかった、それらのほとんどは全焼しました。ちょうどその頃、彼が、友人のと羽からの手紙を受け取った。この時、と羽はすでに黄巾の乱の民願でした。朱元璋は蜂起への道に乗り出すことを余儀なくされました。郭子興の黄巾の乱に加わった年、朱元璋は25歳でした。この年齢は若くはありませんが、まだ独身でした。朱元璋の人生を変えたのは、反乱軍に加わるという、この決断でした。そのため、黄巾の憔悴になった後、彼は非常に勤勉で強みを発揮しました。なので、彼は馬周英の養父郭子興から称賛されて、彼の養女である馬周英と結婚しました。これは、朱元璋の人生の最愛、歴史上で大足を持ち、有名な馬、皇后です。明代の建国皇帝朱元璋の皇后、馬周英。歴史的記録によると、祝州、現在の安徽省宿県出身、祖先はかつて地元の裕福な人でした。彼女の父、馬高は事前に専念し、家は徐々に貧しくなっていた。母親である、チェンオンは、彼女を出産した直後に亡くなりました。家には、他の子供がいなかったので、父親の馬高は、子供の頃から周英を宝物とみなしていました。父は娘を可愛がっているので、馬周英は、やや頑固な性格を持っており、当時女性の転足の習慣がありますが、馬周英は、転足は人間の本性を破壊すると思い、転足を断った。彼女の父親も、彼女を脅迫しなかった。それから、馬周英は、馬大足として知られていました。元の文宗始順の年間、馬周英の父馬高は人を殺したため、敵の追殺に追いかけられた。馬高は、で家にいる親友の郭子興を探しに行き、自分唯一の娘、馬周英を郭子興に託しました。それから、郭子興は馬周英の養父になりました。郭子興夫婦は彼女をとても愛していました。また、後に、馬高が亡くなったことを知り、夫婦は、両親が亡くなった、この少女にさらに憐れみを感じました。郭子興派馬周英の文化的知識を教え、妻の張氏は、彼女の編み物と刺繍を手で教え、彼女を自分の娘として扱い、注意深く教育しました。20歳近くの馬周英は、賢く、理解が早い、近畿書画が得意で、詩と本をいっぱい知る、才能のある女性でした。郭子興夫婦は、彼女の結婚について、さらに心配し、彼女にとって良い夫を見つけることを望んでいた。山東四陽、蘇州出身の馬周英の養父郭子興は、8フィートで、見た目は、ハンサムで、勇敢で力強く、豪義だった。元王朝末期の専制政治と、郊外地域の混乱により、郭子興は、一村の人々を召集し、1352年に、郭子興は、反乱を起こし、自分を、元帥と呼び、豪、州を占領した。
主元璋が隠し公に亡命した時、彼は隠し公の兵士でした。主元璋は非常に賢くて有能であり、また軍事に得意、すぐに隠し公に重視された。主元璋が隠し公の腹心になった後、隠し公の妻、長子は主元璋が普通の人ではなく、将来的には偉大な人物になると考えたので、彼女は隠し公を説得し、隠し公は自分の恩恵を示すために、養女の馬秋英を主元璋と結婚することを決めました。隠し公は短気で、ゴシップが好きで、物事をするのをためらっていましたが、主元璋は、彼の仕事に決定的で思慮深く、軍隊で彼の名声は高まりました。誰かがそそのかし、挑発し、本質的に疑わしい隠し公は主元璋を疑うようになりました。そこで隠し公は主元璋を逮捕し、同時に主元璋に食べ物を与えないように軍曹に命じ、主元璋を餓死させるつもりだった。馬秋英がその事情を分かった後、彼女は台所で焼きたての焼き餅を盗み、こっそり夫にあげたいでしたが、厨房を出るとすぐに、隠し公の妻である長子にぶつかり、彼女は慌てて焼き餅を胸のところに詰め込んだ。長子は馬秋英がパニックに陥っているのを見て恋に話しかけたが、馬秋英はしぶしぶ答えて言葉を失い、その後、痛みのために話すことができなくなった。長子は馬秋英を支えて部屋に入って、すべての使用人を外に出させて、慎重に尋ねました。馬秋英はひざまずいて泣き、苦境を説明した。長子は、急いで馬秋英に服を脱いで焼き餅を取り出すように頼みましたが、焼き餅はまだ蒸し暑く、なんとか焼き餅を外すことができ、胸の皮膚はほとんど焦げていました。長子は泣かずにはいられず、馬秋英に薬を塗るように命じている間、彼女は料理人に呼び寄せて、主元璋に食べ物を素早く届けよう。その夜、長子は隠し公に勧告し、ゴシップを信じないように説得した。隠し公はすぐに主元璋の釈放を命じた。また、普段に自分は食べ物がなくでも夫を満腹させるために馬秋英はいつも乾物や塩漬け肉を用意しました。隠し公は心が狭く讒言を軽々しく信じて主元璋を疑うことが多いので馬秋英は自身の財産を養母の長子と隠し公の側室の長子に与えた。二人に頼んで隠し公の前に主元璋の良いことを言ってもらう。主元璋が苦境から抜け出すことができるように。他の人の先導の下で隠し公は主元璋を数回殺そうとしましたが、主元璋と馬秋英の巧妙な解決策の下で、それらの危機はすべて一つずつ解除されました。馬秋英と主元璋が結婚した直後、彼の甥の主文姓、お祈り便中、で遺縁からの孤児である、木英を養子にしました。馬秋英はこれらの三人の養子を自分の息子であるように扱い、彼らの世話をしました。その後、馬秋英と主元璋は20人以上の義士をとって育てた。主元璋が彼女をとても尊敬するようになったのは、馬秋英のやったことでした。このように、結婚後、彼らは、幸せの生活を送るだけでなく、主元璋が南北の遠征行くでも馬秋英は、同行し、彼を補佐しました。馬秋英は常に、主元璋の最強の後ろ盾であり、隠し公との矛盾を、次々解決し、主元璋が、段階的に成功に近づくことができるように、してきました。1355年、隠し公が戦死し、主元璋が彼の旧部の指揮を引き継ぎ、この時、馬秋英が妊娠した。当時、戦争は厳しく、軍隊の生活は非常に困難でした。主元璋は模範を示しながら、兵士たちと苦楽を共にしました。馬秋英は文句を言わず、夫を深く理解し、自分は、上でも、兵士たちに食べることを確保しました。
間もなく、彼女は随従である陳的、安の家で、後の皇太子主兵を生んだ。かつて、陳友良との戦いところで、周元璋は重傷を負った。敵は、後ろから追いかけてきた。彼がすぐに捕まえられようとしているのを見た。馬周英は、大足のおかげで、周元璋を運ぶ、数マイル、はしました。安全な場所に着くまで手放しませんでした。周元璋にとって、馬周英は、彼の妻だけでなく、彼の救世主でもあります。これにより周元璋は、心から妻に称賛し、妻を、さらに尊敬し、愛しました。弘武元年に、周元璋は、南京で皇帝を宣言し、大民と号した。彼は民の始祖であり、弘武帝と呼ばれる。そして彼はすぐに、苦労した妻である馬、周英を、皇后として封じた。周元璋が皇帝になった後、無数の側室がいて、周元璋自身は公職家でしたが、馬皇后は常に彼の心に最重要であり、彼の初妻でした。皇帝として、弘武帝は非常にひどい気性を持っていました。彼はしばしば明道しかり、帝臣を責めました。その時点では、弘武帝の心の怒りを和らげることができたのは、馬皇后だけでした。彼女は情に訴えると同時に道理に合うように説得し、弘武帝は彼の怒りを心の底から落ち着かせ、彼の過ちを知ることができます。馬皇后は庶民として生まれ、各家の養女の地位を持っていましたが、常に質素な生活を送っていた。宮殿内、普段は質素な食事を食べる、洋服の縫製や織りをリードしており、皇后ですが、普通の女性と変わらない生活を送っていました。彼女はまた、この倹約を弘武帝への高級に用いれた。彼女は、弘武帝の建国が容易ではないことを知っていたからです。国が混乱した後、再建の状態に入ったばかりですが、この時点で、彼女は、万民の模範としなければなりません。彼女はまた、弘武帝に、朝政に勤勉で、万民を愛し、仁と苦で国を統治するようにしばしば忠告しました。弘武帝の初期の明王朝の政治的状況を安定させる上で、消えない役割を果たした。歴史によれば、馬皇后は位についた後も、弘武帝の衣服や食べ物を自分で世話しており、皇后としても、彼女は、王子と孫の食べ物や衣服でさえ、細心の注意を払って尋ねました。一方で、彼女自身は、非常に質素で、使い古された服を捨てるのは、気が進まない。常に、服を繕う後に、また着用します。彼女は、非常に高い地位に据えても、貧しい時や、戦争の時代に要請した良い習慣を、決して忘れませんでした。側室と側室の子供たちに対して、彼女は決してケチなことをしなく、寛大な生活待遇を皆に与えた。彼女はまた、宮殿の女官にも深く気遣い、彼女の思いやりを示すために、しばしば服や食べ物を送りました。文武百官の妻が宮殿に入るときはいつでも、彼女は彼女らが家族の一員であるようにチャットし、いくつかの贈り物を贈ることを忘れませんでした。このように、宮殿の内外の人々は、馬皇后をとても尊敬していました。彼女は謙虚であり、人材を惜しむ。そのため、弘武帝は妻をとても愛し、大臣に会った時、妻の馬皇后を称賛するのが好きでした。弘武15年、1382年の9月、馬皇后は皇后になったから、わずか15年でしたが、51歳病気で亡くなりました。弘武帝は、馬皇后の死を受け入れるのが非常に難しかった。彼は、皇后の病気を治さないなら、侍を全員殺すと命じだが、それでも役に立たない、馬皇后が死んだ。夫の気質をよく知っていた馬皇后は、婿の意志を傷つけないように、死ぬ前に、最後の遺言を残した。それで、弘武帝はこれらの侍を赦免しました。ある年、
皇太子の主兵は大きな過失を犯し、皇武帝は激怒、皇太子を大国に送ることさえ考えました。しかし、主兵の海中から落ちた肖像画は彼を救った。この肖像画は、重傷を負った皇武帝と一緒に走っていた馬皇后の肖像画であり、皇武帝はすぐに亡くなった馬皇后を思い出し、悲しみ、涙を流しました。彼自身と皇后の長男を見て、彼がどんなに怒っていても、彼はどうやって対応するかわからなくなった。馬皇后は皇武帝の統治に穏やかな影響を与えた。彼女は皇武帝を説得して、裏切り者を厳しく罰し、忠実で善良な人を優しく扱い、人生を実行し、戦争で荒廃した国を回復させますようにします。賢明な人を雇い、賢人と共に天下を享受することを主張した馬皇后が皇武帝によって高く評価されました。それゆえ、彼は馬皇后を家の賢才がまるで国の賢章を称賛した。古代の人々は馬皇后を漢王朝の明徳皇后と比べて、さらに古代の歴史家は彼女が中国で一番堅能の皇后であると評価します。では、なぜ馬大足と呼ばれるのか、逸話があります。現代と明代の女性は、足が小さく、足が大きい女性は当時でタブーでした。しかし、明代の初代皇帝である、皇武帝の馬皇后は、転足していない大足を持っていました。その原因は、馬皇后は幼い頃に、父親や養父母に愛され、足を縛らないようにと主張したためで、馬大足と呼ばれた。朱元璋が皇帝になった後、馬皇后は宮殿に住んでいたが、大足に対して無力感を抱いて、客と会う時に、いつも服やスカートの裾で足を折っていました。かつて、馬皇后は一度セダンチェアに乗って、金陵街を訪ねていたが、突然強風が吹いて、セダンチェアのカーテンを持ち上げた。馬皇后の大きな両足が、ペダルにさらされ、急いで足を引っ込めた。しかし人々は、すでに彼女の足を、はっきりと見えた。結局、このニュースが広まり、首都全体にセンセーションを巻き起こしました。足を露出した人は馬という姓だったので、ロ馬、客という言葉が、今日まで受け継がれています。公したくないことや、恥ずかしいことの暴露を、ロ馬、客と呼ばれます。この大足の皇后は、皇武帝の人生で最愛の女性でした。この女は彼に数えきれないほどの助けを与えましたが、彼から何も求めませんでした。彼女はそのままに一生を過ごしました。皇武帝は多くの苦境を経て、彼の心が石よりも固く、両親が亡くなった以降、どんなに絶望で苦痛を感じても、涙を流すことは滅多になかった。でも、最愛の妻は、目の前で死んだ。彼はついに感情をコントロールできなくなり、大きな声で泣きました。彼は、彼の前のこの女が彼の全てであり、彼の唯一であることを知っていたので。馬皇后を追悔するために、皇武帝は、彼の人生二度目の皇后を立てなかった。女性の柔らかい力がなくなった後、彼の心はさらに冷酷になりました。その後、雇用の案と、乱議の苦の案を立ち上げ、建国の英雄を虐殺した。彼の死のまでに、歪聖の後進たちが一掃されました。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。